あなたの未来を左右する結論から言います。AI 時代に勝つのは発明できる国ではありません。物理的に作れる国です。軍隊もドローンも AI だけでは動きません。作れなければ意味がない。多くの人は設計図さえあれば作れると思っています。しかしこの本はそれをこう切り捨てます。レシピがあっても料理したことがない人は卵焼きすら作れない。そしてこの作る力の模範がシリコンバレーでも深センでもない日本の伊勢神宮です。なぜ AI の話で神社が出てくるのか。この疑問に真正面から答えているまだ翻訳されていない一冊があります。タイトルはブレイクネック。意味は猛スピード、命知らず。2025年のファイナンシャル・タイムズ&シュロダーズ・ビジネス・ブック・オブ・ザ・イヤー・アワードの最終候補に残った大注目の一冊です。著者はイェール大学ロースクールの研究員でありながら、中国の工場地帯を自転車で走り回って現場を観察し続けたテクノロジーアナリスト、ダン・ワン氏。この本はまだ翻訳されていません。ソフトバンクの孫正義さんが使った言葉にタイムマシン経営というものがあります。海外で成功したものを日本に時間差で持ち込む戦略です。実はこれ、ビジネスだけでなく、情報や知識にも全く同じことが言えます。海外で常識になった考え方が日本語の本になるまでには数年かかる。つまり、日本語で読める頃には、それはもう未来ではなく過去なんです。未翻訳の本を読むというのは、この時間差を飛び越えて少し先の未来を先取りする行為です。ビジネスも投資もキャリアも、勝つ人はいつもほんの少し先を見ています。このチャンネルでは、まだ日本語になっていない海外の本を通じて、その少し先の未来をお届けしていきます。この本の著者のダン・ワン氏の経歴は、この本の信頼性を裏付ける完璧な証拠そのものです。彼はカナダ育ちで、かつてはシリコンバレーで働いていました。しかし2017年、彼はある決断をします。世界の本当の変化を見るには、画面の中ではなく現場に行かなければならないと。彼は中国へ渡り、香港、北京、上海のテクノロジー最前線に6年間身を置きました。彼の肩書きは世界的な投資リサーチ会社ギャブカル・ドラゴノミクスのテクノロジーアナリスト。彼の仕事はヘッジファンドや巨大な資産運用会社に対して、中国の工場で今何が起きているか、習近平の次の一手は何かという何千億ドルもの投資判断を左右するレポートを書くことでした。彼はオフィスにこもっていたわけではありません。自らロードバイクにまたがり、中国の貧しい農村部を400マイル、約640キロも走破してインフラの実態を調査し、上海のロックダウン時には壮絶なゼロコロナ政策の狂気を肌で体感しています。現在はイェール大学ロースクールの研究員として、アメリカの法律家社会の内側からも世界を見ています。つまり彼はシリコンバレーの理想と中国の現場の現実と、そしてウォール街の論理のすべてを知り尽くした世界でも稀な人物なのです。この本は単なる中国経済の解説書ではありません。アメリカと中国、2つの超大国が直面している文明の病に対する痛烈な診断書です。著者は本書のテーマをたった一つの対立構造で表現しています。それは口先だけの法律家社会対実行するエンジニア国家の戦いです。法律家社会とは今のアメリカのことです。何かを作ろうとすればすぐに訴訟が起き、環境アセスメントや公聴会といった手続きばかりが増えていく。シリコンバレーの中心地ですら、新しいビル一つ建てるのに何年もかかり、道路は穴だらけ。著者はこれを手続きへの偏愛と呼び、社会が物理的に邁進する力を失った状態だと断じています。対するエンジニア国家とは中国です。指導層のほとんどがエンジニア出身で構成され、彼らは国全体を一つの巨大な工場のように捉えています。
彼らは会議室で議論するよりもダムを作り、高速鉄道を張り巡らせ、物理的な世界を強制的に書き換えることを選びます。この本が突き詰める結論は残酷です。議論と手続きに溺れる国は手を汚して物を作る国に勝てるのか。2つの国家モデルの衝突こそがこれからの世界を決める最大の戦いだと筆者は述べています。著者はカナダ育ちでシリコンバレーで働き、その後中国の現場を6年間取材した人物です。彼はある日、世界のテクノロジーの中心地であるシリコンバレーのメンローパークを歩いていて、奇妙なことに気づきます。そこには未来的な風景はなく、なぜか絨毯屋ばかりが並んでいたのです。世界で最も裕福な企業の足元で、道路は穴だらけ、ホームレスがあふれ、富裕層ですら停電に備えて自家発電機を持っているような状態でした。一方で中国の空港に降り立つと、数分おきに正確に来る地下鉄があり、巨大なインフラが機能している。なぜ民主主義のアメリカがみすぼらしく見え、独裁の中国が機能しているように見えるのか。ワン氏はこの逆転現象の原因をこう定義しました。口先だけの法律化社会、実行するエンジニア国家。アメリカは手続きと権利を優先するあまり、何も作れなくなった。対して中国はエンジニア的思考で物理的な建設を最優先し、人間すらも部品として扱うことで驚異的な速度を手に入れた。著者はまず、私たちが信じているアメリカ型社会の致命的な欠陥を指摘します。それは手続きへの偏愛です。象徴的なデータがあります。2008年にカリフォルニア州と中国はほぼ同時に高速鉄道計画をスタートさせました。距離も同じ約1300キロです。結果どうなったか。中国はわずか3年後の2011年に全線開通させ、最初の10年間で13億5000万人を運びました。一方カリフォルニアは17年経った今もまだ一部区間すら完成していません。予算は当初の4倍、約1280億ドル、約20兆円に膨れ上がりました。さらに皮肉なことに、カリフォルニアの鉄道の一部が開通する時期の誤差だけで、中国が全線を建設した期間と同じくらいの長さになっています。なぜか、法律が止めるからです。環境保護団体、地元の富裕層が訴訟という武器で工事を止めにかかる。著者はこれを拒否権政治、ビトクラシーと呼びます。正義や手続きを守るはずの法律家たちが、皮肉にも社会の物理的な進歩を完全に殺してしまったのです。では、エンジニア国家中国の強さとは何か。中国の指導層は実はエンジニアだらけだそうです。2002年の政治局常務委員9人は全員がエンジニア出身でした。当時の胡錦涛主席は水力エンジニア、習近平自身も科学エンジニアです。彼らにとって政治とは調整ではなく工学的な問題解決なんです。ここで本書の最重要キーワードが出てきます。それがプロセスナレッジです。アメリカは発明を重視し、製造を中国に投げました。iPhone の設計図さえあれば誰でも作れると思っていたからです。しかしそれは間違いでした。アップルのティム・クック CEO はこう言っています。アメリカで金型エンジニアを集めても会議室一つ埋まらないが、中国ならサッカー場をいくつも埋め尽くせると。実際アップルが iPhone の生産拡大のために9000人のエンジニアを必要とした際、アメリカなら9ヶ月かかるところ、中国ではわずか2週間で採用が完了しました。設計図ではなく現場で試行錯誤し改良し続ける数百万人のエンジニアの集団こそが真のテクノロジーだったのです。著者は言います。発明した人ではなくスケールさせた人、形にできる人が覇権を握る。これが新しいルールです。しかしエンジニア国家には背筋が凍るようなバグがあります。彼らはダムや橋を作るのと同じ感覚で人間や社会も設計しようとするのです。その最たる例が一人っ子政策です。この政策を立案したのは
人工学者ではなく、実はミサイル科学者だったことをご存知ですか？孫慈円というミサイル制御の権威が制御理論を人間に応用し、人口は7億人が最適解だと冷徹に計算したのです。その結果、数億人の女性が強制的に不妊手術を受けさせられ、何千万人もの命がデータとして処理されました。そして近年のゼロコロナ政策。上海ロックダウンの際、政府のドローンがアパートの上空を飛び、叫ぶ市民に向かってこう放送しました。魂の自由への渇望を制御せよ。これは SF 映画の話ではありません。エンジニア国家において、人間は感情を持つ個人ではなく、調整可能な数字や部品として扱われる。効率を突き詰めた先にあるのは、魂の自由すらバグとして処理される冷酷な管理社会なのです。さて、ここからが本題です。この法律家、アメリカ対エンジニア、中国の対立構造において、日本はどこにいるのでしょうか。実は、著者のダン・ワン氏はこの本の中で日本こそがテクノロジーの本質を最もよく理解している国かもしれないという驚くべき指摘をしています。1、伊勢神宮が教える最強の生存戦略。著者はテクノロジーには3つの段階があるといいます。道具、設計図、そして最も重要なのが3つ目のプロセスナレッジです。設計図やマニュアルがあっても経験がなければ物は作れません。著者はその究極の例として日本の伊勢神宮を挙げて大絶賛しています。伊勢神宮は西暦690年から20年にごとに社殿を作り変える式年遷宮を行っていますよね。西洋や古代エジプトは石を使って建物を永遠に残そうとしました。しかし日本はあえて朽ちやすい木と茅を選び、定期的に作り直す道を選んだ。著者はこう言います。永遠は建物、ハードウェアに宿るのではない。それを作る職人、人間の中に宿るのだ。と。20年というサイクルは技術を親から子へ、師匠から弟子へ伝えるのに完璧な期間です。アメリカは製造業を軽視し、現場の職人を減らしてしまった結果、核兵器の起爆剤に使われるフォグバンクという素材の作り方を完全に忘れてしまい、最終的に70億円、6900万ドルもかける羽目になりました。対して日本は1300年以上も作る力を人の中に保存し続けている。これこそが中国が喉から手の出るほど欲しがり、アメリカが失ってしまったプロセスナレッジの正体なのです。2、日本は法律家とエンジニアのバランスを知っている。著者はアメリカのように法律家が強すぎて何も作れない国と、中国のようにエンジニアが暴走して人権を無視する国の間で、日本はより良いバランスを保っていると評価しています。例えば日本の新幹線は中国ほどの狂気的なスピードではありませんが、アメリカのように計画から17年経っても一部すら未完成なんてことはありません。環境評価や住民への配慮、法律家的側面と、実際に物を作り上げる力、エンジニア的側面が共存している。著者はアメリカが見習うべきは中国の強権的な手法ではなく、日本やスペイン、ドイツのような民主主義と建設を両立させるモデルだと結論付けています。3、日本への警告、現場を軽視するな。しかし安心ばかりはしていられません。著者はかつて世界を席巻したソニーのウォークマンや任天堂のような愛される製品を中国企業はまだ生み出せていないと指摘します。しかし中国は今 EV やバッテリー、ドローンの分野でかつての日本と同じように現場の試行錯誤を通じて急速に力をつけています。もし日本がアメリカの真似をして現場を軽視し、金融やコンサルティングのような設計図を書く仕事ばかりをエリート視するようになればどうなるか。伊勢神宮が守り抜いてきた技術を持つ人がいなくなった時、日本の本当の敗北が始まります。円安で iPhone が高くなったと嘆く前に、私たちは思い出す必要があります。
AI 時代に最後に残る価値は、ネット上のデータではなく、物理的な世界で実際に手を動かして何かを作り出せる能力、プロセスナレッジにある。この本は、私たち日本人がすでに持っている力の価値を改めて教えてくれているのです。著者の主張をもとに、私たちが明日から意識を変え、実行すべきことは具体的に3つです。1、設計図ではなく、プロセスナレッジを学ぶ。まず、スキルに対する考え方を根本から変えてください。著者はテクノロジーには3つの段階があると言います。1つ目が道具、2つ目が設計図、そして3つ目がプロセスナレッジです。多くの人は設計図さえあれば iPhone が作れると思っています。しかし、著者はどれだけ詳細なレシピがあっても、料理をしたことがない人は卵焼き一つまともに作れないと言います。本当に価値があるのは設計図そのものではなく、現場で手を動かし、失敗し、修正する中で、人の頭の中に蓄積されるノウハウや経験です。著者はこれを IKEA の家具を組み立てる苦労や伊勢神宮の式年遷宮で技術が人の中に保存される例で説明しています。明日からの仕事でマニュアル作りや会議資料の作成だけに逃げないでください。AI がコードや文章を書ける時代だからこそ、物理的な世界で実際に手を動かして試行錯誤した経験こそが、誰にもコピーできない最強の資産になります。2、虚構経済から実体経済へ視点をシフトする。次に、投資やキャリアの選択です。習近平は金融や SNS などのバーチャルな経済を虚構経済と呼び、徹底的に冷遇しています。その代わりに EV、バッテリー、半導体といった実体経済に国運をかけ、決して脱工業化しないと宣言しています。これは独裁者の気まぐれではありません。著者はアメリカがアプリや金融商品ばかり作っている間に、中国はソーラーパネルやドローンといった物理的な供給網を支配したと警告しています。次の投資やキャリアを考えるとき、画面の中だけで完結する虚業ではなく、実際に物を作り、エネルギーを生み出し、物理的な課題を解決する実業に関連する企業やスキルに注目してください。世界は今、コードを書く人から現実世界を構築する人へと富の配分がシフトし始めているのです。3、先進国のプライドを捨て、発展途上のマインドを持つ。そして最後に、著者は私たち西側の先進国の人々に対し、あるマインドセットの転換を提案しています。それは、自分たちはもう先進国だという思い上がりを捨てることです。リベロップド、発展しようったという言葉は、もうこれ以上変化しない、現状維持でいいという意味にも取れます。ヨーロッパの経済が霊廟のように停滞しているのはそのためです。そうではなく、私たちもまだ発展途上なのだと認め、法的な手続きで現状維持を図るのではなく、再び未完成の未来に向かって建設を始めること。このメンタリティを取り戻すことこそが最大の防衛策なのです。いかがでしたでしょうか。今回は2025年のファイナンシャルタイムズ&シュローダーズビジネスブックオブザイヤーアワードの最終候補に残ったダン・ワン氏のブレイクネックを解説しました。この動画では、1、手続きばかりで何も作れない法律家社会の限界。2、圧倒的な実行力を持つが人間性を無視するエンジニア国家の恐怖。3、そして現場の作る力こそがこれからの富の源泉であり、日本人はその素養を持っていることをお話ししました。未来は法律家とエンジニアのどちらが勝つかで決まるのではなく、私たちが作る力を取り戻せるかにかかっています。未来は怖いですが、知っていれば対策はできます。流行りの AI ツールを触るだけでなく、リアルの世界で何かを作り出す経験こそがあなたを守る武器になるのです。最後に、ソフトバンクの孫正義さんは、アメリカのインターネット事業の伸びをいち早く体感して、それを日本に持ち込み成功を収めました。この孫さんのタイムマシン経営は、海外で成功したものを日本に時間差で持ってくる戦略です。
未翻訳の要所を知ることはまさにこれと同じで、未来の情報を先に手に入れる行為なんです。このチャンネルでは、日本未上陸の海外最新書籍の解説をお届けします。未来を先取りしたい方は、今のうちにチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんのいいねが次の動画を作る大きな力になります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。